明け。おめことよろ。新年一発目から下ネタとか最低だなお前。ということでお久しぶりです。今年もよろしくお願いします。いやもう4月なんだが。まあ試験とかあったからね、しょうがないね。とそんなことはさておき、今回紹介するのはこちら。なんだこれ。ボーカロイドキーボードです。はい。歌を歌ってくれるキーボードですよ。まさか。やだなぁボーカロイドってあるじゃないですか。はっ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 は。マジで？マジですよ。こちらのキーボード、商品名にもあるように音源部にボーカロイドエンジンを搭載しており、歌を演奏する楽器なんです。マジか。歌を演奏するとか初めて聞いたけど難しくないのか？主確か楽器未経験だったはずだが。その点はご安心を。歌詞の設定はスマホの専用アプリから簡単にできるので、演奏は普通のキーボードと同じ感覚で行えます。なるほどな。ちなみに基本的な設定もアプリ上から行うので、場合によっては端末の買い替えなども検討する必要があります。現時点で対応しているのは iOS13 以降、Android 9以降の端末となります。ここ2、3年の端末なら問題なさそうだな。そうだね。ということで開封。そういやどこで買ったんだ。Amazon で購入しました。お値段3万円。ガジェオタあるある、弾けるわけでもないのに買ったキーボード。そういうこと言うのやめようね。梱包は割と簡素な感じでした。まあゴミとかも減るから便利ではあるよな。説明書。裏には製品登録の案内が入っていました。ただヤマハメンバーズの仕様が変わって今ではこの紙の手順では登録不可なんだよな。自分は移行先のサービスで登録しました。そして本体と対面、シートで包んであります。止めるのもテープ1本だけっぽいな。ハサミとかなしで箱から開封できるのっていいよね。キーボードの梱包って基本こんな感じなのかな。鍵盤の反対側にはボーカロイドロゴがあります。このロゴ好きなんですよね。そして裏面で驚きの事実が、なんと2017年製でした。このキーボード、発売が2017年なんですよ。4年も新品の状態で保存されてたのか。ホームページにはまだ生産完了品と出ていないので、おそらく生産はまだ続いていると思います。だとしたら人生初の初期ロット品ですよ。とんでもないものを当ててしまいました。嬉しすぎますね。そして発泡スチロールの下に AC アダプターが入っていました。12V の普通のやつだな。と、内容物はこの3つでした。ってことでキーボードの詳細を。鍵盤の右側には演奏前に操作するつまみ類があります。このレバーでボーカルや楽器、歌詞の指定をする設定を切り替えます。左側には演奏中に使用するボタンなどがあります。また、反対側にはスピーカーがあります。イヤホンなしの場合はここから音が出ます。鍵盤のすぐ隣にはディスプレイがあります。設定はここを見ながら変更します。裏側にはストラップ固定用のピンがあります。そこで今回はこれを使います。なぜハードオフなんだか。もともとは前から持っているギターに取り付けようと思ったんですけど、帰って確認したら付けられないタイプのギターでした。ということで半年ぐらい使えてなかったので、へえ、装着、付け方わからなくて調べてたので買った。期待を裏切らない。というわけで電源投入しましょう。本体下部にあるボタンを押すと付けられます。まず最初は千本桜の歌詞が出てきました。このキーボードには最初からいくつかの歌詞がインストールされていて、千本桜の他にも天の弱、明日の夜空紹介班、チュルリラだったった、サイバーサンダーサイダーの5楽曲の歌詞があらかじめ収録されています。その他にもおはようこんにちはさようなら、ボーカロイドキーボード、キーオフ発音デモなどといったサンプルが収録されています。早速千本桜を弾いてみました。右手側にあるレバーとつまみを操作して歌詞を選択します。こんな感じです。左手側手前のフレーズボタンで歌詞の送り戻しができます。間違えた場合などに簡単にやり直せるので便利ですね。弾いてみての感想は、発音などに多少の難はあるものの、十分だと思います。続いてシンガーを追加したいと思います。アプリを起動してキーボードと接続します。ボタンを押し、VKB100 を選択。本体のバージョンは、今のところアップデートなどは一度もないので気にしないで大丈夫です。接続が完了したら左メニューのリリックスメモリーセットで最初の画面に戻ります。中央のボーカロイドメモリーセットを選択。編集するを選択。初音ミクのアイコンをタップします。ボーカロイドキーボードではデフォルト音源の VY1 以外に、初音ミク、メグっぽいど、いや、ゆずきゆかりの計5人のシンガーをボーカルとして使用できます。今回は初音ミクを追加します。
初回のみ無料、移行価格2400円で追加可能です。下の開放するをタップ。もう一度聞かれるので開放するをタップ。これで完了です。続いて本体にシンガー設定を転送します。上から3つ目のキーボードに保存するをタップ。保存したいスロットを選択。最大20個まで設定を保存できます。ちなみに初回起動時点でスロット1には VY1 が保存されています。しかし、シンガーの保存状況はアプリ側からは確認できないため、誤って違う設定を上書きしないように注意してください。まあ空きスロットを選択すると VY1 の音声で演奏できるんだけどな。今回はスロット2に保存しました。ということで演奏してみましょう。右手側のレバーをボーカルにセットして下のつまみで初音ミクを選びます。無事導入に成功しました。やったぜ。ではもっと細かくいじってみましょう。まずはアプリ側で新規にシンガーを作成します。名前を設定します。キーボード側はカタカナのみ対応のため、別にカタカナの名前を設定します。編集するをタップ。上のアイコンをタップし、設定したいシンガーにします。今回は初音ミクにします。メモリーという演奏中にワンタッチでパラメータ等を切り替えられる機能があり、上に並んでいるラジオボタンで本体ボタンのどこに割り当てるかを指定します。オフでデフォルト扱いになります。上にあるドロップダウンメニューでエフェクトを設定できます。本体では一番上のつまみで設定できます。オクターブシフトは、1にすると音程を1オクターブ上げることができます。本体では鍵盤から2つ目のボタンで設定できます。また、このボタンを長押しすることで Bluetooth をオフにできます。ジェンダーファクターは、声の太さを設定できます。基本値は64で、上に行くほど男性的な声になります。ブライトネスは、声の明るさを設定するためのパラメーターです。小さく設定するとこもった感じの声になります。クリアーネスは、声の明瞭さを設定します。最大値に設定すると、広域の音が強くなります。ブレシネスは、息の成分をどれだけ含むかを設定できます。最大に設定すると、ガサガサした声になります。オープニングは、口の大きさを再現することができるパラメーターです。小さく設定すると、口を小さく開けた感じの発音になります。ディレイタイムはシーンの長さを設定できます。最大値は10、初期値は5で、最大にするとねっとりした発音、0にすると母音だけ発音します。デケイタイムは、指を離した後の残響具合を設定できます。キーオフ発音使用時は、次に来る音の長さを指定するパラメーターになり、0にすると一切後ろの発音をしなくなります。ポルタメントタイミングは、音の上下するスピードを指定するパラメータです。スキルタイプで、本体ボタンにどのスキルを指定するかを設定します。タイプ A、タイプ B、タイプ C、タイプ D の中から2つ選べます。これらの設定は、キーボードに接続して聞きながら調整することが可能です。ということで転送。今回はスロット20に保存しました。歌詞を作成します。新規作成。先ほどと同じように名前を設定します。今回は、サチュレーションで設定します。密曲だな。密曲です。ちなみにキーボード表示側は、最大9文字の制限があります。基本問題ないとは思いますが英語タイトルなどは注意が必要です。OK をタップ。一番下に追加された項目をタップ。編集する。初期状態ではラララが入力されています。消去して歌詞を入力。インターネットなどから拾ってくる場合は、事前にひらがなに変換しておきましょう。ひらがな以外が混ざったままでペーストするとその部分が飛ばされます。キーオフ発音の設定を行います。例えば、移ろうのはやめてのローなどの移動の速い音を1回キーを押すだけで発音できるようにする機能です。設定したい音の間にカーソルを合わせ、下のキーオフ発音ボタンを押します。また、はなどを正しい読みに書き換えましょう。これだけで歌詞を設定できます。ね、簡単でしょ？上のドームを押して編集を完了させます。ということで転送。今回もスロット20に保存します。ちなみにこのキーボード、本体下部に AUX イン端子とラインアウト端子があり、AUX イン端子に音楽プレイヤーなどを接続して伴奏を聴きながら演奏することができます。ラインアウト端子からは音量が最大で固定されて出力されるため、アンプ側での音量調節もしくはエクスプレッションホイールでの調整が必要になります。ということで演奏。ちなみにほとんどピアノに触ったことないので結構ミスしています。何回失敗したか数えてみたら面白そうですね。人
見せられるそこらが抱きしめて捨てるのなら普通のはやめて心だけがと流れて後悔されさせたきだからただ空にいてくれるそしてられて一つずつどうとっていたのに笑わさないと言ってますよもちろん、一般的なキーボードとしての使用も可能です。楽器モードでは複数キーの同時押しに対応しています。シンセサイザー4種類、ピアノ、ギター、ハーモニカなどの音源、ベルや拍手などの音源を搭載しています。プリセットも歌詞やボーカルと同じで最大20種類登録できます。Bluetooth MIDI 機能を利用してスマホの DAW ソフトで利用することも可能です。USB 接続にも対応しており、PC と接続することも可能です。ちなみに隣にあるタイプ A 端子はアップデートなどの際に使うことを想定したもので、今のところ使い道はありません。VSQX データを入れた USB メモリを挿して再生できる機能があれば面白かったのではと思いますね。なお、MIDI キーボードとして使用する場合はアプリから MIDI を有効化する必要があります。実際に使ってみたところ、多少の遅延などはあるものの普通にキーボードを演奏する感覚で問題なく使えました。鍵盤も軽いため、力を入れないでスムーズに打鍵できるようになっています。またMIDIでの使用の際も打鍵の強さで強弱をつけられるようになっているほか、ピッチベンドホイールでの音程の上下にも対応しています。鍵盤数やサイズなどを考慮しないのであれば一般的なキーボードと同じように扱えるのではと思います。ということで、今回はボーカロイドキーボードの紹介でした。もっと上達して一曲完璧に歌わせられるようになりたいと思いましたね。とは言っても、未経験でも割と簡単に演奏できるのはやっぱりいいと思いますね。重量も2キロ以下なのでそこまで負担を感じないのもいいなと思いました。ボカロが好き、ミクが好きだという方はもちろん、楽器を始めてみたい、作曲をしてみたいというボカロ好き以外の方にもおすすめのキーボードだと思います。ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。今回の動画は以上になります。チャンネル登録と高評価頼んだぞ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。